皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本人である私が日本語学習者さんに向けて分かりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？いやすごくね暑いですよね。体調をね崩してないですか？今日もね私の住んでいる日本はねとっても暑いんですけど、私は夏がすごく好きなので今日もねアクティブにこれからヨガに行こうと思っています。はい、野外ヨガで日が落ちてからね外でやるヨガなんですけど、すごく楽しみです。はい、そんな感じでね最近私はアクティブにね外に出て活動をしたりするんですけど、先日ですね買い物をしていた時に隣に外国の方がいたんですよ。でその人が店員さんに話しかけていたんですね。どうやらその人はそこにあった商品が気に入らなかった。なんかねそこにあったのは子供サイズみたいな大きさのちょっとちっちゃめの商品だったんですけど、それをね手に取ってこれの大人サイズってありますかって聞いてたんですよ。その商品は確かにちょっと小ぶりでデザインもなんか動物がついたりとかして子供向けっぽいね感じだったんですけど、それの大人向けの商品はありますかって店員さんに聞いてたんですね。で店員さんはいろいろ探してくれたみたいなんですけど、すみませんないですね、大人向けのはないですっていう答えになったんですよ。そしたらその外人さんがやだーって言ったんですよ。私はちょっとそのね反応にびっくりしちゃってって見ちゃいました。まあねその方は外国の方で日本語は流暢に話してたんですけど、多分間違ってそういうリアクションをしちゃったんだと思うんですよ。そう願うっていう感じなんですけど、皆さんはこの反応何が悪かったか分かりますか？はい、ということで今回はですねやだーっていう反応の使い方とか注意点についてご紹介しようと思います。チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。ということでね、その外国の方は自分の欲しいものが見つかりませんでした。それに対してやだーっていう反応をしていました。なぜこのリアクションに私がびっくりしてしまったかというと、まずね一つ目の理由としてはこのリアクションかなりおばさんみたいなリアクションなんですね。その方すごく若かったんですよ。だから若い人がおばさんみたいなリアクションをしていることにまず一つ目びっくりしました。でもこれはそんな大した話じゃないんですね。二つ目がこの反応ねかなり失礼なんですよね。やだって意味としてはノーっていう意味ですよね。このやだっていう言葉自体は皆さんは知っていますか？意味としてはねノーっていう否定の意味だと思うんですけど、やだっていう単語を使う時にはいくつかパターンがあって、一つ目は子供ですね。子供のセリフとしてやだっていうのはよく聞きます。例えば子供にねこれ食べないとデザートは食べちゃいけないよってお母さんとかお父さんが言った時に子供がやだってダダをこねる。ダダをこねる。やだやだっていう、食べたいんだよってそういう風な感じの反応をすることをダダをこねるっていうんですけど、それはねノーの意味ですよね。あるいは大人になってもね、例えば友達といる時にケーキを食べていました。ショートケーキを食べていて、ねえねえそのいちごちょうだいって言った時にやだみたいな。私はその選択肢質問が好きではありませんっていう時にやだって言います。これもねやっぱり否定のノーですよね。でねもう一個今回の言い方のやだじゃなくてやだっていう言い方ですね。私これ大げさに言ってるんじゃなくて本当にそういう言い方を日本人もするんですよ。やだーって言うんですよね。私も言う時はあります。本当にこれはちょっと
大げさに言ってるとかバカにしてるとかじゃなくて、日本人もこういう言い方はします。皆さんも聞いたことはあるかなと思うんですけど、やだとやだとやだ、これ3つみんな意味違うんですよね、ちょっとずつ。それに皆さん気づいてくれたらいいなと思うんですけど、やだっていうのはだいたいおばさんあるいはおかまが使うことが多いです。ちょっとね女性チックな言い方なんですよ、これは。だからね、今もし見てくださってる方が女性だったらね、これはちょっと言うタイミングを間違えると今回みたいに結構失礼になっちゃうから気をつけてほしいなと思って今回お話ししています。でね、このやだっていうのはなんていうのかな、相手を否定する、あるいは自分を否定するときに使うんですよ。例えば自分がね間違っちゃった時にやだ恥ずかしいみたいな、こういう風に使います。あるいは相手がひどいことを自分にしてきた、あるいは自分を恥ずかしめることをしてきた、言ってきた、そういう時にやだひどいってこういう風な感じで使ったりします。これね、私は今回このちょっと間違えた使い方を聞いた時に逆にね、なるほどなって思っちゃったんですよね。確かにやだって否定だから、英語とかだと Oh no になると思うんですよ。だから間違えてしまいやすい言葉だなって確かに私も思ったんです。じゃあね、これをねもっと英語に直訳すると何になるかっていうと You dumb になると思うんですよ。Oh you dumb。これをちょっとジョークな感じで言ってる。例えばおばさんが言う時も、なんか自分がね恥ずかしいことをしちゃった時とかに Oh you dumb, why did you make me do that? みたいな感じのニュアンスだと思うんです。で、相手が何か自分にひどいこととか恥ずかしめることをした時にも Oh you dumb, why would you say that? みたいな、そんな感じのニュアンスなんですよね。これだったらちょっと伝わるかな。英語が苦手な方だとちょっともうわからないですよね。本当にすいません。だし私も別にネイティブとかじゃないから、もしネイティブの皆さん分かっていや違うよってなったら教えてほしいんですけど、これねすごくねこのニュアンスが難しい。とにかくね、なんか今回のこのありませんって言われた時にやだっていうのは少なくとも自分が間違ったわけじゃないから相手に言ってることになりますよね。ってことは相手に Oh you dumb って言ってるようなもんなんですよ。なんで持ってないの？なんで商品ないの？みたいな。あなたのお店のラインナップ最悪ですね。あなたのお店のセンスないですね。なんかそういう風に聞こえちゃうんですよ。だから今回もやだーってその人が言った時にって思っちゃったんですよね。店員さんに向かってやだーってそれはすごく失礼だなって思ったんですけど、多分その人は間違っちゃっただけだと思うし、そう願います。でもねちょっとその言い方が結構失礼だなって思ったので、店員さんもちょっとね困ってたし、店員さんがねちょっとかわいそうだなって思っちゃいました。結構ねやだっていう言い方の後には最悪とか無理とかありえないとか、そういうなんかすごく否定的な言葉が入るんですよ。それとつなげた時に今やだを言ったら失礼じゃないかなって一度考えてみるともっとしっくりくるかもしれないです。今回これは説明しておきたいなって思ってこの動画は回してるんですけど、これはね結構私も説明すごく難しくて、皆さんちょっとグダグダになってたらごめんなさい。皆さんにねうまく伝わってるといいんですけど、まずね今回のポイントとしてはやだとやだとやだ、このね3つみんな意味が違いますよっていうことですね。やだだとすごく子供っぽくて子供がダダをこねている、そういう風に聞こえるし、やだ
だとちょっとねそっけない、ちょっと冷たい印象にもなります。で、やだーだとなんか自分が恥ずかしいことをしてごまかそうとしてる感じ、やだーやめてよーみたいな、やだー見なかったことにしてとか、あるいはやだー最悪みたいな、自分で自分の失敗を言うことでちょっとごまかしてる、みたいに聞こえる時もあるし、あるいは相手に対してやだーやめてよ、そんなこと言わないで、なんでそういうこと言うのみたいな、最悪ねあんたっていう感覚、そういう風に聞こえることもあります。ただね、その言い方自体するのは結構本当におばさんかおかまか、っていうところではあります。だからね、もうそれを聞いて、じゃあもう自分は使わないってなってくれてもいいんですけど、まあね、例えば私とかも結構冗談でやだーみたいなことを言ったりはするから、なんかそういう時にね、聞いた時にこれはこういう意味だなっていうのにちょっと気づいてもらえたらいいかなと思います。ということで、今回の動画ではやだの使い方についてちょっと詳しくご紹介しました。日本語っていいえもノーだし、やだもノーだから、なんかね、ここのニュアンス何が違うのってなりやすいかもしれないんですけど、やだの使い方は結構ね、気をつけないと子供っぽく見える、あるいはおばさんっぽく見える、あるいはおかまっぽく見える、あるいは失礼に聞こえちゃう、単語なんだなっていうことに私も今回ちょっと気づきました。さすがにね、明らかに外国の方がそれを言っていれば間違いだって日本人も気づいて大げさに怒ったりとかはしないと思うんですけど、でもね、やっぱりこういうことをお伝えしておけば皆さんの知識にはなるかなと思って、ちょっと面白いトピックかもと思ったので動画にしてみました。今回はちょっと間違えた言い方をしていて、それが失礼だよっていう話をしたんですけど、だからといって皆さんはこれを言ったら間違うかも、これを言ったら失礼かもって構えすぎて話せなくなるっていう必要はないです。別に皆さんのことを失敗するなとか間違えるなって言ってるわけじゃないので、ぜひね、そこは気を楽にして聞いてほしいんですけど、間違えたとしてもチャレンジをしているっていうこと自体がすごいことなので、全然ね、間違えちゃいけないんだとかって思わないでくださいね。はい。ということで、今回の動画は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。